私ね、最初に言いましたけど、日米両方で裁判になったんですよ。ね、99年に以前と日米科学辞めたんですよ。で辞めるときにね、ノンディスクロージャー、秘密保持契約にサインする。でところがもう UCSB カリフォルニア大学に採用決まってますから、カリフォルニア大学の弁護士がね、お前はこれから一切契約書にサインする権利はないと。カリフォルニア大学の弁護士が OK したものだけしかお前はサインする権利はないと言われる。ですから英語の秘密保持契約作ってくれたら英語も作ってくれなかったんですよ。ですからそのままもう会社辞めて2000年からカリフォルニアが移ったんです。でそうすると2000年終わりぐらいにですね、元いた日ハ科学からアメリカで訴えられたんですよ。企業秘密漏洩の疑いがあると。それは秘密保持契約にサインしなかったからですよ。ね、訴えられたのアメリカで。それはね、企業秘密漏洩ですよ。だから刑事罰ですよね、負けたら。ね、これ訴えられるからまた頭にきてね、訴え活動を一生懸命考えたんですよ。でそれで2001年、約1年遅れかな、2001年に日本でね、特許法35条を使って相当対価の請求で元いた日大科学を訴えたんですよ。でところが不思議なことにね、日本のマスコミね、私アメリカで訴えられ方、訴え返しただけというのを一切書かないんですよ。私をね、何とかして仮の亡者の科学者に作り上げたいんですよ。だから書かないんですよ。中村はね、科学者でね、元いた会社をとんでもない仮の亡者である研究者で、ね、何回も私で、いや違うと、私は訴えられたか訴え返しただけだと。訴えられる方こんな訴えることなかったらいいんですけどね、そこのとこ書いてくれないんですよね。一度このイメージを作ると壊すのなかなか難しいみたいなマスコミはね。で私は訴えられ、殴られたから殴り返しただけなんですけどね。もうこれからですから、それから日米両方で裁判なんですよ。ね。日米両方で裁判してね、向こうの弁護士が言ってたんですよ。ね、お前はこれからいい勉強する。とんでもない訴えるやつ考えないでいい勉強じゃない。でもしかし今考えたらいい勉強だ。日米の司法制度の違いをもう嫌ということでした。日本の司法制度はスーパー腐りきってるんですよ。もうね、すごいですよ。アメリカの裁判が始まったらね、最初の1年間ディスカバリープロセスと言いましてね、証拠を全部出すんですよ。証拠会議ね、証拠両方から全部出すんですよ。弁護士が呼んで、あれ出すこれ出す、もうね、段ボール箱でお互い100箱ぐらいになりますよ。証拠を全部出す。日本これないんですよ。日本裁判始まったらね、悪い証拠書も全部証拠書もして出さなくていいから、一切出さなくていいんですよ。全部証拠書も OK。 次にアメリカはね、証拠書類全部出したら、それを証拠書類読んでからね、証人尋問誰でもするんですよ。誰も拒否できないんですよ。例えば証拠書類も出さないと裁判長、出さない、あんたはまずいこと返して、あんたの負けで終わるんですよ。次証人尋問ね、証人尋問もみんなできない。誰も拒否でない。誰が拒否したら、あんた悪いことがあんたの負けで終わるんですよ。証人尋問ダメだ。アメリカ大統領も前ね、なんかやったでしょ。なんかアメリカなんとかでね、アメリカ大統領って証人尋問出ないだろ。誰も拒否ない。日本この証人尋問ないにしてる人ないんですよ。基本的にありますよ。でも一人だけで1時間とかないにしてほしいんですよ。証拠もない、証人尋問もないでしょ。証拠が一切日本の裁判はないんですよ。でそれで3年ぐらい東京地裁で判決が出るんですよ。すごいでしょ。証拠がないのにどうやって判決出すか。ね、皆さんすごいんですよ。ね、皆さんね、裁判の映画ってのは全部アメリカの映画です。日本の裁判の映画ほとんどないですよ。それはね、証拠ないからどうしようもないからね、むちゃくちゃね、すごいでしょ。どうするかってね、日本っていうのはね、これでね、証拠なんていうんですか、準備書面で裁判する。書面をね、お互い出さすんですよ。原告で2、3ヶ月の法廷って始まるんですよ。法廷ね、法廷って同の弁護士と裁判所に行くんで、準備書面を書いて出すだけなんですよ。原告準備書面1回第9名で被告第一準備書面で提出するんですよ。裁判長受け取りました。それでは閉廷ですよ。5分で終わりですよ。ね、それを永遠に3年間もやるんですよ。東京地裁で書面どんどんなる。で裁判長がまず読んでるかどうかも分かんないでしょ。書面出して提出受け取りましたら終わりですから。アメリカはご存知でしょ。映画になって見てください。法廷が始まったらね、原告と被告の弁護士が激論するんですよ。裁判長横で聞いてるんですよ。裁判長が理解できない問題は3人3人で激論を交わしますからね。証拠書類に基づいて。日本は証拠書類もない、何も討論もない、書類出して終わり。ある日突然3年経ってね、裁判長がね、判決文読むんですよ。びっくりするでしょ。
だって読んだ書面を読んでるかどうか。私ね、総統大会の裁判ね、松永弁護士で日本で一番できる弁護士、彼理系の物理やってるんですよ。で私ね、技術関係私が全部事務所にやった。松永弁護士分からないんですよ。直せ何回も直しましたよ。裁判長全員文系ですよね。読んだって分かってんかどうか、まず読んだかどうか。だって3年間でどれだけ書類出したかね。ある日判決文読むんですよ。ね、しかも判決もね、どうやって出すかやったら、アメリカはね、正義と悪でやるんですよ。陪審でしょ。陪審が分かることはね、法律のことは分かんないですよ。どっちが悪か正義だけですよ。日本はね、利益考慮なんですよ。利益考慮ってどちらを偏したらどれだけ多くの人が利益を被るか。